そうはね、フランス生まれ、パリ生まれ。あ、パリ生まれなんですね。パリ生まれけど、すぐ親はもう田舎の方に行って、それで田舎の方に育った。ドイツの近くはね。へえ、そうなんだ。皆さんこんにちは。私はルガルチェリと申します。フランス人。そして日本に来てのは28年。いろいろなところ住んでるけど、4年前、ここら辺で土地探して、それでここを見つかって、あ、ここはええな。それでここに住んでみましょう。奥さんと。そして住んでからも子供もできた。今は3人でここで、暮らしてる。それは長い話になるよ。本当ですか？ちょっと、変な話。だって日本に行くつもりじゃなくて全然なかった。タイで、休暇しやった。友達とね。二人ともミュージシャンで、世界を回ろうの考え方で、タイによって、そしてタイで、日本から来てたのカナダ人と出会って、ちょうどその時は俺らはもうお金もなくて、そのカナダ人が言ったのは、お前らはミュージシャンだから、東京でストリートミュージシャンしたら結構お金もらえるから、それでまた旅できるじゃないか。そうか。じゃあ、しょうがない。東京行こう。それで東京行って、もう1週間ぐらいすぐは嫌になって大阪行って、そして3ヶ月間、初めは3ヶ月間、その次ももう一回3ヶ月間。それでやっぱり私は日本に何か好きになって、それで大阪から一回ここら辺、熊野に来て、あ、ええな、ここは本当の日本だって、東海の人にすみませんけど、簡単に説明してもらえますか？もともとフランスではもうミュージシャンの生活してた。もちろんたまにミュージシャンで食べれないからいろいろなアルバイトして、けど基本的にはミュージシャンだから、もうミュージシャンでいろいろなところも行って、初めて日本に来た時も、ミュージシャンとして、大阪でライブして、ここら辺に来たらやっぱりミュージシャンの生活できんから、じゃあ山の仕事をし始まったと、いろいろな仕事をし始まったと、今は保育所の英語の先生と山の仕事と時々ミュージシャンの生活しあるかな。もともと昔からは私は土地を買うか家を建つか全然その考え方はもう本当になかった。だって昔から広いところに住みたい。でもなかなかは日本を見たらね、もう家全部土地ちっちゃいと全部だったら、じゃあもう別に借りてもええやん。そんな無駄なお金使ってと自分が満足しないと意味ない。それで、ここを見つかって結構広い。そして元々の持ち主と話して結構値段安くて、それだったらもう、よし、頑張ろう。それでもうここを買って、昔は東海に住んでたから、やっぱり東海はうるさい。ここは空気がすごい、ええ香りする。音はもうその虫、動物、鳥しか聞こえないから、最高。でも、新宮に17年住んで、それで、奥さんの仕事の関係で伊勢で7年住んで、けど伊勢は嫌だったから、北海道に行った。北海道は、その前は一回でちょっとぐるぐる回って、ええな、北海道広い。やっぱり北海道だったら朝日は朝の6時から見える。夕日は6時に見える。ここら辺は朝日は10時そして夕日はもう3時。だからそれが、やっぱりフランスも広い。だからその朝日、夕日を見たいな。それで北海道で行って、ちょっと生活1年半ぐらいやってみて、やっぱり、難しい。
そしてなんでか知らん、また熊野が引っ張られて、そして北海道から帰ってきて、すぐ、もう4ヶ月間ぐらいでここを見つかった。それで思った、あ、もう、OK、わかった。じゃあ、ここです。ここで終わろう。ここでもう、旅の終わり。終わったところ。もう、完璧やね、もう。わかん、みんな違うけど。僕のためにはここは完璧。自分の天国がね。結構早かったんよ。すぐここ見つかって、じゃあ持ち主を探して、一回見せてもらって、話して、初めはじゃあ借りて住んで、そして借りてと、すごいこの場所は気に入ってから、もう一回持ち主と話して、それで、ここは売らないか売ってないんだって、もう、何も、25年間誰も住んでなかった。ちょびっとだけ人が住んだみたいけど、もう、温泉もやってなかった、人が住んでなかった、もったいない。こんな立派なところもったいないんだから、それで聞いて、値段を聞いたとき、これはいけるんちゃう？それでもう頑張って買った。だから、すぐだったね。多分初めて見つかったのは11月だった。それでもう住んでは12月と買ったのは次の年の4月。早かったね。もうこんな機会は自分の人生の中には1回しかないと思う。だからもうこれでいい。これでいい。